だし、例えば真上から振り下ろそうと思った時には、もっと体の状態を落とさないと、は真上い。に来ないので、っうん。ていう感じはします。なるほど。じゃあ、例えば今、そのネットに変化球を投げてもらっていいですか？ははい。カードっていいですかね。はい。OK です。あーそうですね。だいぶ縦に振り下ろす感じがすごく強いですね、さっきより。うああ、ん。マジか。ちょっと下げたつもりだったんだけど。うん、今のでもやっぱりこの意識が強いので、うああ、ん。そういう振りになってます。こう振りかぶったところからね。なるほど。変化球イコール縦に回転をかけたいんだろうなって思ってるんですよ、僕。うん、うん、うん。うんそうやろ？うん、まあ、イメージはあるね。うん。で、しかも、今ちょっと面白かったのは、はい。以前にちょっとお伝えしたみたいに、例えばこう、ええ、ゼロポジションこうやって作ります。はい。この状態から、こう倒したときに、はい。腕が例えば真上に入ってきます。はい。倒さんかったときには、この位置になりますっていう感じの感覚の話だと思うんですけうど、ん。今はスリークォーターの角度で縦に振ってます。ああ。縦に振ろうとしたときに、体の軸が寝るのかなっていうのを見てたんですけど、うん。ここの角度はそんな変わってないです。なるほど。スリークォーターでストレートの振ってるときと、スリークォーターのこの軸で縦に腕振ってるときと、うん。軸はそんなに変わらないんですけど、腕の感覚がちょっとやっぱ違う感じがしうます。ん。変化球投げる用の腕の振りがその縦なんでしょうね。その辺ですよね。そのばらつくのが。理由が。そうですね。で逆に変化球投げた後の初球のストレートがどうなのかとか、うん。例えば質が落ちてしまうのであれば、その変化球の腕の振り下ろす軌道にちょっと寄ってしまってるかもしれへんし、なるほど、なるほど。うん。変化投げた後いつもストレートと、結構初球外してストレート入ってるイメージあるんだけど。ストライク入る入らんっていうよりは、まあ、どうなん切れとかして。うん。ボールの質ですね。うん。はい。まあ、ちょっとここ最近のその対戦相手自体がもう完全にストレートについてこれてない相手だったんで、うんうんなんとも言えないんですけど、うんうん、もういかんせん変化球がストライク入ってなかったんで、もうはい。この間の試合とか、6イニングぐらい投げたんですけど、はい。全部ストレート。で、変化2、3球投げて全部抜けてみたいな。ああ、ほら、変化球のストライクが入らない、入らない、その形っていうのも、抜けてボールが浮く感じですか？両方ありましたね。叩きつけるもあったし、ああ、なるキャッチャーまでにツーバンするぐらいのやつもあったし。ほど。で、その時僕がちょっとアドバイスしたのは、その変化球の時に強く腕振りすぎなんちゃうかなっていう。うん、うん。うん。なんか、工藤選手でしたっけ？はい、カーブの時の方が強く振れっていうようなことを昔言ってたのを見たことがあって。はい、はい。で、もうまさにそれをもうやってるんですけど、うん、なんかそれがちょっと逆に働いてるような気もするんですよね。うん、うん、うん、うん。うん、でも、変化の時の方が力んでる感じはちょっとあるかもしれません。うん。こういう感じかな。それぐらいなるほしか変化球の時考えてないです。ど。でもほんまにあれですね、ストレートに投げた後に、ストレート投げるつもりで、要はその、リリースの仕方だけ、右側切ってみるとか、ぐらいで、要は変化球身につけていきたいですね。ああ、ストレートの感覚に近い変化球ってことですよね。カットボールっぽい感じ。そうです、そうです。で、そこのうん。角度や、要は、その、感覚ですよね。で、うん。要は大きく曲げたり、カット気なるほど、なるほど。う味にしたりっていん。うことがあると、まあみんなね、プロ野球選手とか、社会人野球の選手とか、そうやってやっぱ投げるので、うん。
それで投げてみたらちょっとカット系で。ちょっとカット気味で投げてみます。はい。腕強くですね。どう握るのがいい？ストレート。いや、自分のスライダーで投げていいよ。スライダーで。ちょっと、うん。今のね、全然横振りじゃない、縦振りじゃないですよね。ですね。うん。ならストレートに近い感じで投げてるんやなって感じで見ててしまう。ああ。うん。この変化の感じでいいかもしうん。ちょっとでいいんだって曲がるの。れない。で、今、例えば課題にしてるのが、はい。決め球じゃなくてカウント球なので、うん。要するに曲がりすぎたら、うんボールになっちゃうっていう認識が本当に正しくて、うん。例えばど真ん中に、ものすごくいいスライダーを放った時に、はい。要はボールにしたいじゃない。っええていう感覚と、要は、ちょっと曲がらない。ちょっと曲がる程度じゃないと、ストライクから外れてしまうっていう感覚と、うん。これが決め球とカウント球の明らかな違いなので、なるほど。見逃した時にもストライク取らなあかんですよね、カウント球は。ですね。うんはい。はい。やし、もう本当にあくまでもストライクゾーンの中で収まる、変化ですと。なるほど。いや、俺の球、ストライクゾーンに行ったと思うと、すぐ逃げていったり、みたいな感じなんですよ。曲がりは相当でかいんですよ。はい。で、それは、うん決め球として、一つ球種としてはすごく強みなので、うん。持っておられた方がいいんですよ。もう、絶対、なくしちゃダメなので。うん。で、曲がりすぎたのであれば、曲がりが収まる投げ方が身についたときに、もうそれがそのままカットボールになってきたりああ。するだけなので。ちょっと投げた投げ方は、ちょっとストレートに近い感じで腕触れた感じがします。本当に大きく曲げよう思ったらあかんのですね。本当に。っていうんですかね。ボールを叩く変化球っていうんですか。全部抜く変化球しか投げれなくて、ああ。ストレートってボールを叩くっていうイメージ、叩くっていうか、潰すみたいな感じのイメージなんですけど、うんうん。その変化球の時に、その、抜くね。そう、リリースのイメージがストレートともう別物になってしまうので、なるほど。はい。なんかそこでちょっとギャップが生まれてるのかなと。それは絶対そうだよ。うん。いや、そうやと思います。変化球も回転数をすごく出していった方がいいですよ。もう絶対。2800とか出ますよね。プロのスライダーですよね。出ます。ええ出した方がいいですし、この、ストレートの時の、はい。要はこの感覚が、うんこの感覚ですね、が、はい。要はスライダーになった来た時に、うん。強さで言うと、ここに入るだけですからね。この、うん。こういうですね。はい。強さは一緒で。うん。そういうイメージのスライダーじゃないですね、この子は。ああ、なるほど。ボールがこうあったら、こう、なんて言うんですか、横を撫でて、こういう感じのイメージなんですよ。で、それでしか投げたことないし、それでしか曲がる気がしなくて。はい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 。もちろん、そのピッチングの、要は一試合どう作っていくかの話の中では、もう全部変化球無力投してると体力的にきついので、体的に。要は力抜いて投げれる変化球っていうのも絶対いるんです。ですよね、はい。はい。なので、例えば、そのスライダー投げるにしても、その力投でストレートと同じように投げるっていうことも必要やし、必要やしっていう、そこのね、使い分けができたらすごくいいなっていう。今のただ問題なのは、今の、ちょっと抜いたボールもストライク入らないってことなんで、そこがね、球数が増えてしまうしんどさにもなるかもしれないし。そうですね。調子悪い時に変化でかわそうとしても、その大きい変化しかないんで、それすらも入らなかったりっていう、で、そのまま自滅しちゃうっていうのが、パターンとして多くて。そうですよね。ボール先行した時に、ど真ん中のカットボール掘れたらすごく大きいですよ。楽ですよね。
はい。もう一球でゴロで終わるんで。ストレートが、まあ、入らない時ってあるじゃないですか、試合の時とかに。はい。そういう時に、他に頼れるボールがないっていう。でストレートが悪かったら、もう、まあ、終わりじゃないんですけど、自分の中の頼れるボールというものがないので、やばいっていう。起用する監督も、いくらストレートが速くっても、そういう姿を見るとなかなか大事な試合任せれないと思うんですよね。少々ストレート遅くてもやっぱりそういうね、緩い変化球でストライク取れるピッチャーの方が、試合にはなりますよね、もちろん。